皆さんこんにちは。今回は防災グッズの紹介をします。紹介するのはこちら、簡易炊飯袋、お袋の技になります。これからどのように炊けるのか、使い方と合わせてご紹介をしていきます。動画の概要欄にアイテムのリンクを載せておきますので、ぜひそちらからご参考にしてみてください。今回のメニューとして、お袋の技の内容と使い方について、実際に炊いてみる、防災に備えた保存食について、この内容でお送りしていきます。このチャンネルでは使ってみてよかったアイテムやガジェットなどを主に紹介しています。ぜひチャンネル登録をして他の動画も見てくださいね。それでは最後までご覧ください。それではまずお袋の技、こちらの内容についてご紹介をしていきます。内容としてはポリエステルの袋が10枚、竹串が10本、組み立て式の計量カップが1つ入っています。組み立て式計量カップとして使う場合は、すり切り1杯までお米を入れると 100g、 ミシン目までお米を入れると 75g の計量ができます。このように組み立て式の計量カップになります。次に使い方ですが、説明書に1から4の工程が書かれていますので、それにのっとってやってみます。1番、お米の計量ですが、あらかじめ計量カップで 100g 用意してあります。計量したお米をこの袋に移したら竹串止めをします。映像では見づらいですが、この袋には穴が6箇所開いています。そこに竹串を通して止めます。お米の量が 100g の場合は、上の段に竹串を通してあげます。一つ折り返してこんな感じで通してあげます。お米の量が 75g の場合は、もう一つ下の穴に通してあげます。こちらを折り返してポリエステルの素材なので破れにくいですね。それではここにお米を入れて竹串を通してみます。お米は 100g 入れてますので、上の穴に竹串を通してあげます。竹串止めが完了しました。続いては湯炊きです。カセットガスコンロを用意したので、こちらでやっていきます。1袋に対してお水は 0.4 リットルが目安ということです。先にお湯を沸かして沸騰した中にお米を入れます。沸騰した中にお米の入った袋を入れて 2,30 分間湯炊きします。吹きこぼれには注意して行います。湯炊き中は蓋で密封しない方がぬか臭くなく美味しく出来上がるということですので、少し蓋を開けて置いておきます。そろそろ20分が経過したので火を止めます。最後は蒸らしです。ご飯を蓋付きタッパーなどに移して10から20分間蒸らします。タッパーに移しましたので、このまま10分ほど蒸らしてみます。繰り返し炊飯する場合は、減った水量を補給して再度沸騰させて湯炊きを行います。お湯は3回程度繰り返し使えるということです。災害時は水の節約に有効ですね。この袋についても機能上3回程度再使用できるということです。ただ衛生面に注意して保管再使用してくださいというふうに書かれています。10分ほど蒸らしましたので開けてみますね。なんかいい感じですね。炊けてます。ではいただきます。
しっかり炊けてます。ご飯こちらに移して食べようと思ったんですけども、このまま食べられますね。この袋は茶碗としても使えますというふうに書いてありました。すごく美味しく炊けるので、これはおすすめできます。メスティンがある場合はこちらで簡単にお米を炊くこともできるんですけども、結構火加減が難しかったり焦げ付きや洗う作業が必要になりますので、このお袋の技は周りを汚すことなく簡単に扱えるのがいいですね。何よりもふっくら美味しいご飯が炊けるっていうのがおすすめポイントです。価格は400円で購入できたのでコスパもいいと思います。最後に災害時に備えて保管してある食料のストックを紹介します。非常用にストックしてある食料になります。だいたい3年から5年ぐらい保管できるものを買っています。例えばこちらの羊羹の場合は災害避難時用と書いてあります。大きく丸火とも書いてあって5年長期保存ができる羊羹になります。こちらの温めなくても美味しいカレーというのも賞味期限が5年になっています。長谷園から発売されています。こちらの野菜ジュースは3年保管のものでした。購入したのは去年の冬なんですけども、3年ですね、保管することができる野菜ジュースです。カゴメから出ています。ここのテーブルには全て載せきれなかったんですけども、だいたい2週間分の食料をストックしてあります。電気やガスが使えないことも想定してカセットボンベも少し多めにストックしてあります。農林水産省から紹介されている食料ストックガイドを参考にして備蓄しています。食料のストックだけでなく日頃から防災の知識も深めていきたいと思います。今回は防災グッズ簡易炊飯袋お袋の技を紹介しました。これを使えば電気やガスが止まってしまった時にもあったかくて美味しいご飯が炊けるので助かります。またこの他にも防災関連のグッズを紹介できたらと思います。 YouTube の他に Instagram やブログもやっていますので、ぜひそちらにも遊びに来てくださいね。それでは次回の動画でまた会いましょう。じゃあねー。